2350億円。これ、日本が払ったミサイルの代金なのだ。でもそのミサイル、届かないかもしれないのだ。どういうこと？契約したのに届かないってことがあるの？しかも2350億円って、そんな話があるのかしら？そうなのだ。今日はブルームバーグが報じた日本向けトマホーク400発の納入遅延問題を深掘りするのだ。表面だけ見ると単なる武器の支配に聞こえるけど、実はこの問題には3つの深い構造的問題が隠れているのだ。北朝鮮の脅威、米国のイラン攻撃、そして日本の防衛戦略の根幹、この3つが交差しているのだ。まず歴史的な背景から話すのだ。2022年10月、日本政府が突然、トマホーク巡航ミサイルを買うと表明したのだ。きっかけは北朝鮮なのだ。その年、北朝鮮は弾道ミサイルを31発も発射した過去最多の記録だったのだ。2022年って、日本の防衛政策が大きく変わった年よね。確か、反撃能力って言葉が初めて公式に出てきた年じゃない？そうなのだ。日本はずっと、専守防衛、つまり攻撃されたら守るだけ、という方針だったのだ。でも2022年、政府は初めて相手の基地を攻撃できる能力を持つ方針に転換したのだ。これが敵基地攻撃能力、今は反撃能力と呼んでいるのだ。そのための革新的な武器がトマホークだったのだ。ここが重要なのだ。トマホークは射程が約 1600km あるのだ。日本の佐世保や横須賀から発射すれば、北朝鮮の平壌、中国の上海、あるいは台湾海峡全体をカバーできる計算なのだ。つまり、このミサイルは日本の抑止力の象徴そのものだったのだ。その象徴が届かないとなると、外交的なシグナルとしてもかなり痛いわね。日本が反撃できるという意思表示ができなくなるわけじゃない。ところでその契約の規模って具体的にどのくらいなの？契約は2024年に署名したのだ。金額は23億5000万ドル。日本円にして約2350億円なのだ。400発のトマホーク、2028年3月までに届くはずだったのだ。アメリカへの武器発注としては日本市場でも最大規模クラスの一つなのだ。ところが今年2026年、事態が急変したのだ。2月28日から米国とイスラエルがイランへの軍事作戦を開始したのだ。そしてブルームバーグの報道によると、この作戦でアメリカは数百発のトマホークを発射したというのだ。数百発って、それって相当な数じゃない。アメリカの在庫がそんなに減るの？ここが最も衝撃的な数字なのだ。ブルームバーグの試算によると、アメリカは2021年から2025年の4年間で、新しいトマホークをたった322発しか調達していないのだ。それなのに今回のイラン攻撃だけで、その数を大幅に超える量を消費したというのだ。冷蔵庫に4年分の食料があると思ったら、1回のパーティーで全部食べてしまったようなものなのだ。つまりアメリカ自身のトマホーク在庫が急激に減った。だから日本に回す余裕がなくなった。ってことよね。でも攻撃開始前の在庫がどのくらいあったか、その数字も出てるの？出てるのだ。ブルームバーグによると、イラン攻撃開始前の米国の在庫は約4000発だったのだ。ただしこの中には古い型や体感型も含まれているのだ。つまり最新型に絞ると実質的な余剰はもっと少ないのだ。そしてペンタゴンのエグセス長官と日本の小泉防衛大臣は3月に電話会議をしたのだが、その議題の一つが日本向けの納入遅延だったというのだ。実はこの先にもっと根深い問題があるのだ。ここまでの流れをおさらいするのだ。日本は2022年の北朝鮮の脅威を受けて反撃能力整備を決め、トマホーク400発を2350億円で契約したのだ。しかし2026年のイラン攻撃でアメリカの在庫が急減。日本への納入が2028年3月の期限に間に合わない可能性が出てきたのだ。ここからは、この遅延が日本の安全保障に与えるリアルな影響を見ていくのだ。防衛計画への直撃から話すのだ。日本政府は2026年からトマホークの配備を始める予定だったのだ。つまりもう今年から使えるはずだったのだ。それが遅れるということは、日本が反撃能力を持ったと北朝鮮や中国に示せる時期が大幅にずれ込むのだ。抑止力とは、使う前から相手に思い知らせることなのだ。届いていないミサイルに抑止力はないのだ。それって抑止力の空白期間が生まれるってことよね。しかも北朝鮮は今もミサイル開発を止めてないわよ。タイミングとしては最悪じゃない？タイミングが悪いのは確かなのだ。ここで僕の見立てを言うのだ。これはただの武器の遅配ではなく、日米同盟の優先順位の見える化なのだと思うのだ。ペンタゴンは今はイランへの攻撃が優先とはっきり言ったのだ。つまりアメリカにとって中東が最優先で、
アジアは後回しなのだという現実が2350億円という数字を通じて白日の下にさらされたのだと思うのだ。ちょっと待って、その見方、私は少し違うと思うのよ。アメリカが日本を軽視してるというより、そもそも世界中でミサイルの需要が生産能力を超えてる構造的な問題じゃないかしら。ウクライナ戦争で欧州、イランで中東、北朝鮮で東アジア、どこもかしこも軍備増強してるわけじゃない。それは鋭い指摘なのだ。確かにブルームバーグのデータを見ると、アメリカのトマホーク生産は年間たった約80発ペースなのだ。需要の爆発に生産が全く追いついていないのだ。この問題、実は日本の防衛費とも直結しているのだ。日本は2023年から防衛費を5年で GDP 比 2% へ倍増させると決めたのだ。総額43兆円なのだ。でも、お金を出しても物がない、という新しい問題が生まれているのだ。次に僕たちの生活コストへの影響を考えるのだ。日本は防衛費倍増のために、法人税、所得税、タバコ税の増税を2027年以降に実施する方針なのだ。単純計算で年間4兆円の増税なのだ。4人家族で試算すると、年間で数万円単位の追加負担が見込まれる計算なのだ。しかも今回のトマホーク遅延で、43兆円を使っても計画通りに戦力が整わないという事態が起きているのだ。お金は出すのに、物が来ない。しかも増税は来る。それはちょっと納得いかない話よね。防衛省や政府はこの遅延についてどう説明してるの？これがまた問題なのだ。ブルームバーグの報道に対して、日本政府は公式に何も認めていないのだ。ここでメタンに聞きたいのだが、もし日本がアメリカ以外の国からも同様のミサイルを調達できるとしたら、どこが候補になると思う？難しいわね。射程1600キロのトマホーク相当品を持ってる国って、実はあまりないのよ。欧州だとストームシャドウがあるけど英仏共同で輸出は限定的。日本自身が国産ミサイルを開発中だけど、2030年代半ばまで時間がかかるわ。つまり代替手段はほぼないから、アメリカを待つしかないってことよね。そうなのだ。冒頭で2350億円払ったのに届かないかもしれない、と言ったのだ。でも今の話を聞いて、本当の問題はお金じゃないことがわかるのだ。物がない。代替品もない。しかも生産を急いでも年80発ペースでは400発を作るのに5年かかる計算なのだ。日本は同盟国に頼り切った防衛体制の脆弱性を今まさに突きつけられているのだ。では今後のシナリオを整理するのだ。楽観シナリオとしては、米国がイラン停戦後に生産を急加速させ、2029年か2030年頃には400発が届くというものなのだ。問題はその1、2年の空白期間に何が起きるかなのだ。悲観シナリオはイラン情勢が長期化して生産ラインが日本向けに回ってこない。そうなると日本は代替手段として国産ミサイルの開発加速や他の防衛能力の前倒し整備を余儀なくされるのだ。それはさらなる防衛費の増加につながる可能性が高いのだ。歴史を振り返ると、同盟国への武器依存で問題が起きたケースって日本だけじゃないわよね。台湾もアメリカからの F-16 や M1 戦車の納入が何年も遅れてる。依存リスクってどの国も抱えてる構造問題なのよね。ずんだもん、個人的にはどう見てるの？僕の正直な意見を言うのだ。43兆円の防衛費増額を国民に増税で負担させながら肝心のミサイルが届かないというのは防衛政策の外注リスクを完全に見誤っていたと思うのだ。今回の遅延を教訓に日本は国産防衛産業の育成に本気で取り組むしかないのだと思うのだ。ただそれには時間とお金がかかる。今日覚えてほしい数字は一つだけなのだ。年産80発。これがアメリカのトマホーク生産ペースなのだ。この数字が変わらない限り今後も同じ問題は繰り返されるのだ。みんなはどう思う？日本は防衛を米国依存のままでいいか、自前で持つべきか、コメントで教えてほしいのだ。今日は日本向けトマホーク400発の納入遅延問題を深掘りしたのだ。2350億円、4年で322発しか作れない生産能力、そして日本が抱える同盟依存の脆弱性、この3つが核心だったのだ。もし参考になったら高評価とチャンネル登録をよろしくなのだ。そして毎週金曜日は地政学ウィークリーをお届けしているのだ。来週は今日の話とも絡む米国のイラン停戦交渉の行方と東アジアへの波及を取り上げる予定なのだ。来週も一緒に地政学ウィークリーで世界の動きを追いかけようなのだ。